あなたは昨晩、よく眠れましたか？眠りにつくまでにどれくらい時間がかかりましたか？今朝はどのような気分で目覚めましたか？何かのために睡眠時間を犠牲にしていませんか？仕事があるから、子育てのために、不健康なライフスタイル、いろいろな原因から睡眠時間が削られている人が多いのではないでしょうか。でも、あなたが思っている以上に睡眠は重要なんです。慢性的な睡眠不足が続くと、疲労感がたまり、朝起きる気力が出ないなど日常生活に支障が出てきます。また、日中に眠気が残り、注意力や記憶力が低下し、作業効率が低下してしまい、気分も沈みがちに。一方で、些細なことに過度に反応し、対人関係に過敏になり、すぐに怒りっぽくなりがちです。また、睡眠中には成長ホルモンが分泌され、免疫力が増強し、身体組織の修復が行われたり、日中の情報や記憶が整理・定着されるなど、脳の健康にとっても非常に重要です。疲れやストレスを取り、元気を取り戻して、素敵な生活を送るためには、睡眠が不可欠です。それにもかかわらず、現代人はますます睡眠不足になっている。いざベッドに入っても、眠りたくても眠れないという不眠の症状に悩まされている人もたくさんいます。ですが、もう大丈夫。安心してください。起きている間に2分間程度のちょっとした休憩を何度か挟んで、セルフケアを行うと、睡眠の質を大幅に上げることができるんです。重要なのはお昼寝をたくさんすることではなかったんです。睡眠の質を向上させるために、たった2分間のセルフケアを取り入れて、リセット上手な私たちになりましょう。こんにちは。ハッピケンことハッピー研究所の翔です。今回は2分間セルフケア、リセット上手な私になるという本をご紹介したいと思います。冒頭でもありましたが、私たちが素敵な生活を送るために切っても切り離せないのが睡眠。ですが、睡眠時間を削っていたり、睡眠時間はあるけど質が悪かったりと、十分な睡眠効果を得られていない人が本当に多いそうなんです。本書はそんな方々に劇的に睡眠を変えてくれるたった2分間のセルフケアという魔法を教えてくれるんです。睡眠不足や睡眠の質悪化に悩んでいる方、まだそれに認識されていない方も知っておいて損はないと思いますし、いい睡眠をとるためには疲労や体調不良を整え、悩みやストレスを解消する必要があるわけですから、ある意味自分自身の上手な整え方と言えると思います。本書では52のセルフケアが紹介されていますが、その中からいくつかをご紹介したいと思います。ハッピー研究所では幸せになるためのいろいろなノウハウをご紹介しています。よろしければチャンネル登録していただけると嬉しいです。遅い時間に何かを食べたり、テレビを見ながら眠りについたり、眠るためにお酒を飲んだりするなど、多くの人は睡眠を邪魔する悪い習慣が身についてしまっています。ですが、自分をいたわり、定期的なセルフケアを取り入れれば、睡眠の質を大幅に改善し、心身ともに充実した素敵な生活を送れるようになるんです。セルフケアとは、自己を認識し、自分の感情と向き合い、自分にとって必要なものに気づくこと。疲労や体調のわずかな変化であったり、悩みやストレスを抱えていると、いい睡眠は取れません。つまり、セルフケアとは、自分自身をきちんと整えていくことにつながるんです。これから紹介するセルフケアは、その場限りの付け焼き場のものではなく、水を飲んだり、歯を磨いたりするのと同じように、自分の習慣にすることで、素敵な睡眠、素敵な生活を実現していけるものなんです。セルフケア1、自分の睡眠を振り返る。2分間のセルフケアの最初は、自分の睡眠を振り返ることから始めます。私の一晩の平均睡眠時間はどれぐらいだろう？私はどのようにして眠りについているのだろうか？見た夢を覚えているか？すっきりと目覚めているか？一人で眠るのと誰かと一緒に眠るのとどちらが好きか？寝る前にスマートフォンやタブレットなどを操作しているか？私の睡眠を妨げるものは何だろう？私は夜中に目を覚ましているか？もしそうだとしたら、それは一晩に何回くらいだろう？今まで自分の睡眠についてきちんと考えていない方がほとんどだと思います。この機会に、ほんのちょっとの時間でいいので、まずは自分の睡眠について振り返ってみましょう。
セルフケア2、雲を見つける。ストレスを感じているときに、このセルフケアは効果的です。日中に窓の外を覗き込んだり、空を見上げたりしてみましょう。雲が見えますか？雲の色や形、どれぐらい高い場所にあって、どのように広がっているのかに注目してください。雲の色はダークグレー、ライトグレー、それとも白ですか？ふわふわしていますか？複数の雲が重なっていますか？セルフケア3、耳を澄ましてみる。座っていても立っていても構いません。今いる場所で何が聞こえてきますか？耳を澄ましてみましょう。遠くから聞こえてくる音、近くでする音、車が走る音、機械の音、水の音、ハエがブンブンと飛ぶ音、鳥の鳴き声、それとも音楽が聞こえてきますか？音に意識を向けてください。耳鳴りのように頭の中で音がしていませんか？音がどれぐらい遠くから、あるいは近くから聞こえてくるのか、意識してみましょう。聞こえてくるのは大きな音ですか？それとも小さな音ですか？音がしっかり聞こえてくると、どのような気分になりますか？周りから聞こえてくる音に意識を向けてください。終わったら、息を大きく吸ってゆっくりと吐き出しましょう。セルフケア4、食器洗いのマインドフルネス。実は、意識して家事を行うことで脳を休めることができるんです。洗い物があれば、ボウルやシンクにお湯をため、食器用洗剤を入れ、自分の動作に意識を向けながら洗ってみましょう。一つ一つの食器を注意深く扱い、ブラシやスポンジを使って磨いたりこすったりし、お湯の感覚や泡の匂いを楽しんでみてください。徐々に洗い物が片付いていく様子に意識を向けます。自分の手で食器がきれいになっていく感覚を楽しみ、すすぎを行ってください。食器の色やピカピカの洗い上がり、そして泡に注目します。洗い終わった食器は水切りラックに置いてください。マインドフルネスを意識しながら残りの食器も洗いましょう。セルフケア5、座りながら行う前屈。このセルフケアは床にスペースがある自宅または誰もいない場所で行ってください。両足を前に出し、お腹をへこませて背骨を伸ばし、両腕を前に伸ばします。顎を胸に引き寄せ、上体を前に倒しましょう。できれば両手で両足をつかみ、難しければ両手は足の上に置きます。このポーズを数分間キープしたら、体の力を抜いてください。前屈が終わったら、床の上に横たわって体の感覚に意識を向けましょう。セルフケア6、悩み事リスト。眠れないときは上体を起こしたり立ち上がったりして温かい飲み物を取り、その時に抱えている悩みを紙に書き出してみましょう。些細なことでもいいので、思いつく限りの悩みをたくさん書いてください。これを悩み事リストと呼びましょう。書き終わったら、紙を丸めてゴミ箱に捨て、改めて眠ろうとしてください。あるいは、折りたたんだ紙を枕の下に忍ばせ、翌朝読み返してもいいでしょう。冷静な時に悩みを確認するのはとてもいいことです。しかし、ぐっすり眠るには、頭をすっきりさせて悩みを忘れることが大切です。セルフケア7、子守歌をハミングする。誰だって子供の頃に好きだった子守歌や、自分の子供に歌った子守歌を覚えているでしょう。気持ちを楽にして子守歌をハミングするか口ずさんでください。歌詞を覚えていなければハミングして音を出すという感覚や音を出した時の気持ちを楽しみます。優しい記憶が蘇ってきたり、どこか寂しくて懐かしい気持ちになるかもしれません。蘇ってくる記憶や湧いてくる感情を受け入れましょう。本書はいい睡眠をとって素敵な生活を送ることを目的として、そのために必要なリセット術を教えてくれています。紹介されているセルフケアはたったの2分間でできることばかりですので、どなたにも必ずできるはず。また、この本自体もとても優しい雰囲気の本なので、眠れないとき、リラックスしたいときに、ただぼーっと眺めるのもありだと思います。自分自身を上手に整えたい、自分自身を整える習慣を身につけたいという方は、
この機会にぜひ読んでみてくださいね。最後までご視聴ありがとうございました。これからも皆様の幸せづくりに役立つ情報をまとめていきたいと思いますので、チャンネル登録や高評価をしていただけるととっても嬉しいです。また次回の動画でお会いしましょう。皆様に幸せが届きますように。